はい。それでは整数分野合同方程式パート1ということで、次の合同方程式の解法を3通り説明したいと思います。まず、整数を3で割ってみると、3つのタイプに整数を分けることができますよね。1つ目は、余りが0になる数、すなわち3の倍数。次に、余りが1になる数、すなわち3の倍数プラス1の形で表される数。それから、余りが2になる数、すなわち3の倍数プラス2、または3の倍数よりも1足りないということで、3の倍数引く1という形で表されることもあります。で、この整数なんですけれども、例えば余りが0になる数を集めて集合を作ったと。ね、全部集めて集合を作った。その集合を仮に今 A と名前を付けたとしますね。で、次に同じようにして余りが1になる整数の集合を B、余りが2になる整数の集合を C と名前を付けたとします。そうすると、その集合 ABC にどんな数が入っていくかと、書き並べてみるとですね、こういう数ですよね。集合 A には3の倍数がこう入っています。集合 B は3の倍数プラス1の形で表されるもの。マイナス8であれば 3× マイナス3プラス1ということですよね。で、この3つに分けたそれぞれの集合をですね、難しい言い方で、法3に関する乗与類という言い方をするんですね。で、そこで例えば、こういう式、ね、合同式と呼ばれるものですね。x 合同0元3と呼びますよね。この式の x が何を指すかというと、ね、この中の任意の要素の一つであるということなんですよね。同じようにして B であれば、ね、こちら集合 B の中の任意の要素。C であっても同じように表し方は2通りね、表すことが多いんですけれども、同じようにこの緑の中の数の中のどれかだよということなんですね。次の合同式を満たす x をそれぞれの方 m において x 合同 A モド m の形で表せ。ただし A は m より小さい自然数とするということで x プラス6合同1モド8という式が与えられていたとします。これからこの合同方程式とよく言われますけれども、この方程式を解くわけですね。で、使う道具としては、この基本性質と呼ばれるものですね。これを使います。まずはどれを使うと思います？この1番、2番、3番の中のどれを使うか。こちらですよね。なんでかっていうと、x 合同 A の形にこの式を変形したいからです。ね、方程式とほとんど似たような考え方ですね。ということで、この C 合同 D の C と D が6のバージョンということですね。当たり前ですが、6、8で割った余りは6と6同じですからね。だから両辺から6を引いても問題ないということで、同じ余りを持つ6を両辺から引いてやります。そうすると、x 合同マイナス5。ただですね、まだ終わりじゃないんですね。なぜかというと、このマイナス5というのが自然数になっていない。8よりも小さい自然数になっていないからですね。なので、求められている答えにするためにどうするかというと、この式を使えばですね、マイナス5とマイナス5に8の倍数を足したり引いたりしても余りは変わりませんよね。8で割った時の余りは変わりません。ということで、この x 合同マイナス5という式をこのようにね、書き換えましょう。そうすると、x 合同3モド8となるんですね。で、この形であれば、求められている形、この A は M よりも小さいという形が作られてますので、回答とできるということですね。はい。この作業のことを合同式を解くというふうに言います。それでは例の4解いていきましょう。
カッコ1、カッコ2、カッコ3と3タイプの合同方程式が並んでいますね。で、これからこの3題を3つの解法を使って解いていきます。まずは解法の1番目ですね。はい、カッコ1番、どういうふうに考えるかというと、x を余りで分類して、すべての余りのパターンを書き出して調査する、分析するということですね。具体的にはこのような表を用意して、x があって、で、5x があって、で、x の余り、ね、というのは全部で7通りありますよね。0、1、2、3、4、5、6と、この7通りあります。で、5x の余りが2になるものを求めるんですね。この7個の余りの中で、5x の余りが2になるものを見つければいいわけです。例えば、0は5倍しても0ですよね。7で割った余りは0。1であれば5倍すると5。これは7で割った余りも5。2は10、5倍すると10なんですけれども、これは7で割った余りは3ということになりますよね。はい、同じようにして3であれば5、3、15。だけど7で割った余りは1だと。ね、4も5、4、20。7で割った余り、7に14ですから、余り6。5、5、25。そして7で割った余りは、7、3、21なので、余り4。6であれば、30、5、6、30で、7、4、28ですから、余りが2ということですね。だから、この中で、この2、ね、5x 合同2を満たしているものというのは6の時ですよね。なので、5x 合同2を満たす x というのは表から、x 合同6の時ですよということが言えるわけです。はい、では、括弧2番、5x 合同15モド12ですね。この合同方程式を解いていきましょう。まず最初に注目してほしいところ、これはですね、15という数ですね。この15は12よりも大きいですよね、ここのモド12の12より。なので、これを余りの性質を使って小さい数にしておきましょう。具体的にはどういうことかっていうと、12を引いてやればいいんですね、こういうふうにね。そうすると3となります。当たり前ですけれども、15も3も12で割った余りは同じですから、5x 合同3、これを解いてやってもいいということですね。はい、では表を用意します。当然、こちら、モド12ですから、12で割った余りを考えますので、0から11までの整数、12通り余りがあります。で、今度は下の段ですね。5x が何の数と合同なのか。ね、5x を12で割った余りを考えていくことになります。最初はね、当然、0、x 合同0であれば、5x も0と合同である。で、その次なんですけれども、先ほどの括弧1番で計算したように、上の段をね、それぞれ5倍して、で、その数をそれぞれ12で割った余りを考えていく。これでもいいんですが、次のように考えることもできます。例えば、こちら1のね、下にあるところ、ここを今からね、考えていきますけれども、こちらの右側の式見てくださいね。5の倍数があって、それを12で割った時のこの四角が小ですね。そして余り。ね、この形で表されていたとします。そして、こちら、x が0から1に、ね、移るときに、ここの丸の数が1つ増えてるわけですよね。ということは、こういうふうに表されるんですが、ということはこれ、丸が1つね、数字が増えた形が5にかけられるということなので、これ、5×1、つまり、プラス5だけ右側も増えるはずですよね。で、考えなきゃいけないのは、12で割った時の余りです。ということは、こちらの後ろの部分だけ考えればいいですよね。だって前の12かける四角はもう12の倍数なので、余りを考える対象にはなりません。この余りプラス5のところだけ12で割った余りを考えてやればよい。ということで、
はい、こちらのですね、ここに数字の入れ方ですけれども、前の余りが0だった。ね。ここの余りのところに0が来てるということですね。ということは、0に足す5ですね。こちらのプラス5ですよ。して、その数を12で割った余りを考える。この場合はもうね、5でいいですよね。はい、では次、2の下に来る数。これを考えます。前の余りが5でしたから。ね、ここが5だったということですね。なので、この5に新たに5を加えて10ですね。これも、10は12で割った余り10ですから、もうそのまま入れていいですね。はい、これを繰り返していきましょう。次はじゃあ10に5を加えて、はい、15。ということは12で割った余りは3ですから、3の下には3を置いてやることができますよね。はい、次です。先ほどの余りが3でしたから、今度は3に5を加えるということですね。ということは8だと。はい。今度はその8に5を加えて、13で12で割って余り1なんで5の下には1を入れてやればよい。もうどんどんこれを繰り返していくだけですね。はい。今度は、ね、1に5を加えますから6でいいですね。はい。で、次は6に5を加えて11。11に5を加えると16なんで、そしたら12より大きいので、これを16を12で割って余り4と。はい。こうしたら4に5を足して9。9に5を足して14。14は12より大きいから、12で割って余り2。最後は7ということですね。はい、このようにして、どんどん埋めていくこともできます。はい、そうするとね、求めるのは 5x 合同3でしたから、この3、ね、こちらですね。5x 合同3というのはここにありますから、その時の x は3と合同な数である。ということで、答えはこのように表せるということですね。はい、では3番ですね。同じように表を埋めていきましょう。そうしますと、このようになりますね。で、求められているのは 3x が9になるときの x ですから、3箇所あります。つまり、x は3と7と11が答えということですね。はい、では、2つ目の解法に移ります。不定方程式を使って解いていきますね。まず思い出してほしいのは定義ですね。A 合同 B 元 M。M を法として A と B が合同であるとは A-B が M の倍数であるということと同値であるということでしたよね。なので、5x-2 イコール 7k と書いて k は整数であるというふうに書くことができるわけです。ただ、この問題では x 合同 A のこの A に入る数を求めたいんですね。でそれが M より小さい自然数というふうに指定されてますので、7より小さいという条件を入れておきます。0になることはないんですけど、一応0以上ということで、こちらもつけておきますね。はい、そしたら、いわゆる不定方程式の解法を使えばいいわけですね。まず最初にやることは特殊解でした。これ、当てはまる数、見つかりますかね。マイナス1とマイナス1の時に成り立ちますよね。なので、この x と k にマイナス1を入れた式、これをその下に書くんでしたよね。で、次にやることは何かっていうと、これ上の式から下の式を引いてやるんです。なんで引いたか覚えてますか？この2を消したかったんですよ。ね、はい、そうすると、丸1引く丸2で、5括弧 x プラス1ですね。マイナス1を引きますから、プラス1になりますよ。で、同じようにして、k からマイナス1を引くので、k プラス1ということです。で、この形を作るんでしてね。で、定番の流れですけれども、5と7は互いに素なので、ね、このイコールが成り立つためには、x たす1が7で割り切れる数、7の倍数になってないと、イコールは成り立ちませんよということなんですね。したがって、x たす1は 7m。m は整数と
いうふうに表せるはずですねということですね。はい、よって x は 7m-1 と表せます。そしてここで、ね、こちらの問題で指定されている形に揃えないといけませんので、こちら A に入る数は6ということですね。6であれば、モード7の7よりも小さい、こちらの最初の条件にも当てはまりますね。はい、では、括弧2番です。不定方程式を使いますよ。これ15をね、3にしても、もちろん不定方程式使ってできるんでしょうけれども、あえてこのままでね、やって、x は12より小さい整数であるというふうに限定しておきますね。そうすると、こちら、左側が5でくくれちゃうんですよね。そうすると5と12は互いに素ですから、x-3 はもう12の倍数にならざるを得ないんですよね。ということで、x は 12m プラス3で、12より小さい、ね自然数を見つけなければいけませんので、そういう数は何かなということで m が0の時ということですね。x 合同3元12という回答を得られます。はい、では3番いきますね。不定方程式を用いて解いていきます。同じようにね、先ほどと同じように不定方程式を作りましょう。で、x は12より小さい数と限定しておきますね。そうするとこれよく見ると全部両辺3で割れるんですよね。3、9、12ですからね。はい、そうすると x-3 イコール 4k ということですね。つまり x は 4k プラス3。x は4で割ると3余る数であるということがわかるわけです。なので x 合同3もど4とかけてしまうわけですね。ただ問題なのはこちら4なんですよ。問題で与えられているのは12だったんですよね。だから12にしなきゃいけないんですよ。じゃあどうやってやるのかということなんだけれども、これ x 合同3モード4という数ですね。ちょっとこちらの12より小さいという枠を外してね、ちょっと一般的に考えたいと思います。x 合同3モード4という数の集合、x に入れられる整数というのは、例えば27ってそうですよね。4で割ると3余る数。次23、19、15、11、7、3、マイナス1、マイナス5、マイナス9、マイナス13。ね。これ全部4で割ると3余る数なんですよね。はい。で、この中で、12で割った余りを考えるわけですから、こちら0以上12未満に当てはまるものを選べばいいんですね。そうすると、これ、該当するのが3、7、11のこの3つであるということなので、単純にこの3に、これ一番小さい状況になってますよね。この3ですからね。4ずつ足して12を超えないところまで足していけばいいんですね。はい、したがって3、7、11ということになります。では、3つ目の解法です。これは問題で与えられた式のこちら 5x なら 5x の x の係数ですね。この x の係数を1にする。すなわち、与えられた問題の式を x 合同 A の形になるように変形していくという解法ですね。ですから、合同方程式 px 合同 q という式が与えられたら、この p のところが1になるように変形していくわけですね。タイプに分けて考えていくことが必要になってきます。どういうことかというと、一つ目は P と Q が互いに素である場合の解き方。例えばこれ、例の4で言えば、括弧1番は該当しますよね。括弧2番もそうですね、該当します。で、もう一つはですね、P と M が1よりも大きい最大公約数を持つ。で、なおかつその時に Q にある場所ですね。これが D で割り切れると
いうことですね。だからこの場合、括弧3が該当しますね。3と12が1よりも大きい3という数を最大公約数に持って、その3で9を割ることができると。まあ、3つとも3で割れるということですね。はい。この場合の対応の仕方。この2通りについて今回は説明していきたいと思います。では、括弧1番ですね。この 5x 合同2の x のケースを1に変えていくんですけれども、これ練習していくと、大体考え方のコツが分かって慣れていきますので、ね、練習しましょう。はい。まずこの1番ですが、どういうふうにして考えるかっていうと、x のケースを1にしたいんですが、まず、これ2番ですけれども、両辺をね、3倍してやるんですよ。なんでかっていうと、当たり前ですけど、3と3は7で割ってあまり同じですよね。で、この3と3を、ね、この両辺にかけてやってもいいわけですよね。性質で認められてますから。ということで、かけてやります。両辺3倍します。そうすると、15x 合同6となりますよね。で、どうするのか。x にどういうふうにしてやるのかっていうんですが、これね、モード7であればですよ。ね。当然ですが、10と3は合同ですよね。10x と 3x も合同ですよね。で、10x って 3x より 7x 増えてるだけですからね。なので、15x から引いてやれば x にすることができますよね。はい。x のケースを1にするために、これ、14x を引いてやればいいんですよね。はい。で、15x と x を7で割った余りは当然同じになるはずです。だって 14x は7の倍数ですから。したがって、x 合同6、モード7とできるわけですね。はい、では、括弧2番です。括弧1番と似てますよね。何が同じで何が違うのか、ちゃんと認識しておきましょう。これ、括弧1番は5と7は互いにそう。ね、これは括弧2番も5と12だから互いにそう。同じですね。だけれども、括弧2番は括弧1番と違うところはこれ5と15なんで、5で割れるんですよね。両辺が。これ割りたいところなんですが、ところがよく見てください。この青い枠の中、これ基本性質として認められているものですよ。この中に割っていいっていう記述はないんですよね。じゃあ、本当に割っていいのかどうか確認しないといけません。やってみましょう。P と M が互いに素であるとき、PX 合同 PY という式があったとします。そうすると、これ px-py は m の倍数ということで、こういうふうにね、表すことができますよね。ということは、p でくくって、こういうふうに書き換えられて、で、ここで、定番の p と m は互いに素。だから何が言えるかというと、こちら、x-y が m の倍数になるはずだということですね。これイコールで結ばれるためには、P はね、M の倍数でありませんから、ね、公約数全く1以外持ってませんから、x-y が M の倍数じゃないとイコールで結ばれることがないですよね。ということで、x-y は M の倍数という意味を表す式をここに書くことができるということですね。ということは、定義を思い出すと、この赤い部分ね、a-b が m の倍数であるならば、a 合同 b モド m と、ね同値であるということでしたから、これも x 合同 y モド m と書けるということですね。つまり、同じ p がかけてあるのであれば、その p で割ってやってもいいよということですね。ただし、もちろん、モドは m ですよ。ね。はい。では、2番いきましょうね。ということで、5と12は互いにそう。それから、こちら5と15。これは5で約分できますね。したがって、x 合同3モド12というふうに変形することができます。
はい、それでは3番いきましょう。3番は、カッコ1、カッコ2とは大きくちょっと状況が変わります。何が変わるかっていうと、まずこの P と M が互いに素じゃないんですよね。1よりも大きい公約数を持ってます。最大公約数3ですね。で、その3でこの9の部分ですね、こちらを割ることができますよね。はい。じゃあ、こういう時はどうすればいいのかということなんですが、カッコ2番と同じように考えて、割ったとしますね。そうするとこれは間違いなんですよね。なんでかっていうと、さっきの証明を思い出してください。これですよね。で、これの一番大事なところって、P と M が互いに素だから、こちら x-y は m の倍数じゃなきゃいけないっていう理屈だったんですね。だから x-y は ml というふうにかけて x 合同 y というふうに持っていけたんですね。これはだから互いに素ではないので、この形が作れないんですよ。なので、これ、単純に3と9を3で割るというわけにはいかないということですよね。はい。じゃあどうしようかということなんですが、互いに素じゃない場合でちょっと考えてみましょう。ということは、こちら px-py は mk と。これは合同式の定義ですよね。で、p でくくりますね。ところが p と m は互いに素ではないので、最大公約数が存在します。1ではない最大公約数ですね。はい、そうすると、これ、最大公約数を d とした場合、p'(d), m'(d) と、このように表せたとしますよ。はい、そしたら、これ、こちらの p 括弧 x-y の式がこのように書き換えられますね。p のところに p'(d), そして m のところには m'(d) が入ります。そうすると、これは当然 d で両辺割ることができますので、こうなりますね。で、ここで改めて P' と M'、これは互いに素ですよね。ということは、x-y は M' の倍数である。ということで、x と y が合同、ただし、モド M' であるということが言えるわけですね。はい。つまり、この M を最大公約数 d で割った数が、ここに来ることになります。ということで、こちら。ということで、括弧3番、この場合は、全部3で割るんですね。なので、x 合同3、モド4ということになります。はい、ただ、これ、このまま答えとすることはできません。なぜならば、ここが4だからです。求められているのは、モド m のままなんですよね。だから、これ、モド12で問題が出されてますから、こちらもモド12で答えてほしいんですね。ところがモド4なので、これはモド12に直さないといけない。じゃあどうやって直すかっていうと、はい、これ先ほどとね、前やった議論と同じなんですけど、x 合同3ね、これでモド4の数の集合っていうのはこういうものですよね。で、それをモド12で割った余りで考えるのであれば、12より小さい自然数ということで、3と7と11。これが当てはまるんですね。なので、x 合同3、7、11がモド12とした時の答えということになります。説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。